こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳者になりたいんですけれども英語が話せません。どうしたらいいでしょうかという質問にお答えしたいと思います。まず多くの方が誤解していらっしゃることがあるんですけれども、翻訳者の仕事っていうのは話すのは必要ないです。英語を正しく読んで理解してそれを分かりやすく、綺麗な日本語で表現するというのが翻訳者の仕事です。ですから英語の運用能力っていうのは英語で話すっていう運用能力っていうのは翻訳者の仕事として求められていることではないんです。なので翻訳業界にも、英語を話せないという翻訳者は実はたくさんいます。でもこのビデオをご覧になっていらっしゃる方っていうのは英語を話せるようになりたいと思っていらっしゃる方がすごく多いんじゃないかと思うので、今日は英語を上手に話せるようになるコツっていうのも合わせてお話ししたいと思います。私は英語を話すっていうこととあと英文法の勉強をするっていうのは言ってみれば自動車教習所で運転免許を取るのにすごく似ていると思っています。運転免許をお持ちの方だったら経験っていうか心当たりが終わりじゃないかなと思うんですけれども、自動車の免許を取ろうと思ったらまずは教習所に行きますよね。で教習所に行って最初に学科っていうのを勉強しますよね。交通規則とかでそういうのを勉強してる間は本当につまらなくって、なんでこんなこと勉強しなきゃいけないんだろう、つまんないな、で早く運転したいなって思う方が多いと思います。でその学科が終わって無事にパスしたら今度は実技っていう段階になるんですけれども、で実技でいざ車に乗ってねエンジンかけてハンドルを握ってギアチェンジして運転っていうのを始めてみると、学科で覚えたことを実際に応用していろいろ練習してるんですけれども、体で覚えるっていうのは頭で知識を覚えるっていうのとは全然違うなっていうことを実感されるんじゃないかなと思います。英語の勉強もちょっとそれに似ていて、学科の勉強をするっていう部分が英文法の勉強をするっていう部分に相当するんじゃないかなと思っています。だから学科の知識はすごくあるんだけど、実際に実技で英語を話す、車で言うと運転するっていう部分をやろうとするとなかなかちょっと勝手が違っててうまくできないなって思う人が多いんじゃないかなと思います。で英語を話すっていうのは確かに体で覚えるっていうことなので、車を運転するのを覚えるのと同じように知識だけではどうにもならないところもあって、なので車の運転が上手になるのも同じですけど、たくさん練習を積み重ねて体で覚えていかなきゃいけない。で日本の英語教育なんかではその実技をするという機会がすごく少ないので、どうしても車の運転免許でいうとペーパードライバー化しちゃっている英語学習者の方がすごく多いんじゃないかなと思っています。でせっかく時間とお金とエネルギーを費やして英語の知識とかっていうのを勉強しててもペーパードライバーで終わってしまってはちょっともったいないので、うまく話せるようになってほしいなと私も思うんですけれども、英語を話すっていうのは、車の運転でも同じですけれども体で覚えるっていうことです。で体で覚えるっていうのはどういうことかっていうと、頭で覚えている知識を応用する際にいろいろとすぐにはできない、完璧にはできないっていうことが多いと思います。赤ちゃんなんかでも例えば初めに歩くことを覚えるときに最初からスタスタと立ち上がって歩ける赤ちゃんなんて一人もいないですよね。で必ず転んでつまずいたりとかして時々泣いたりとかしてね、転びながら失敗しながら歩き方を覚えていくっていうのが普通じゃないかと思います。英語を話すのもそれに似ていて、やっぱり最初から完璧にできるっていう人はほとんどいないと思いますね。やっぱりいろいろといろんなところでつまずいて間違えたり恥ずかしい思いしながら少しずつ上手になっていくっていうのが
普通じゃないかなと思います。私よく英語勉強してらっしゃる方に最初はもう出川哲朗さんの出川イングリッシュで十分だからやってみようっていうふうに言うんですね。で、私のような一応英語のプロが出川イングリッシュで十分とかっていうと最初驚かれたりとかっていうこともあるんですけれども、日本人の方とか、あと翻訳を勉強してる方、翻訳者の方ってすごく間違えるのを恐れる方が多くて、石橋を叩いて渡るようなタイプ、間違いをすることを極端に嫌う人がすごく多いんですね。でもそれは素晴らしいことなんですよ。それは素晴らしいことなんだけれども、でも間違えないことにとらわれるあまりに最初の一歩が踏み出せなくなっている、自分をがんじがらめにしてしまうっていう人がすごく多いっていうのも一方では事実なんですね。なのでもう最初はもう出川イングリッシュで全然いいから、とにかく一歩を踏み出そうっていうふうに私は言っています。出川さんのね英語すごいですよ。体当たりってもう魂がこもってるっていうか、ジェスチャーとか身振り手振りでね必死で伝えようとするじゃないですか。で、ああいう姿っていうのは人の胸を打つと思っています。で、ああいう姿を見て笑うっていう英語ネイティブはほとんどいないんじゃないかなと思っていて、やはり助けの手を差し伸べてくれたりっていう人も多いと思うし、日本人の方はすごく恥ずかしがり屋さんが多くて間違いを恐れるっていう方がすごく多いので、もう最初は間違えてもいいっていうことを自分に認めてあげるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思っています。なのでちょうど歩き始めた子供が転んだらねまた転んじゃったねって言って微笑ましくお母さんが見守ってあげるように、自分の間違いなんかもそうやって微笑ましくここでまた間違えちゃったねって温かく見守ってあげるようなそういう姿勢を自分の中に持つっていうのもすごい大事じゃないかなと思います。そして小さい進歩を積み重ねていくことに喜びを感じながら根気よく一歩一歩そういうスキルを積み重ねていくっていうプロセスを楽しむといいんじゃないかなっていうふうに思います。私はもちろん英文法の勉強をしなくてもいいって言ってるのではありません。ちょうど自動車教習所で学科を勉強しないで実技だけでいいよって言わないのと同じように、英語を話す時も文法を勉強しないでただ実技だけ話す練習だけすればいいよって言っているのではありません。もちろん文法を勉強することはとても大事です。でも話すっていうことは体で覚えるっていうことで、体で覚えるっていうのは間違いを避けて通ることはできないのでそういう意味でね間違いをむしろ楽しむぐらいの姿勢で一歩一歩勉強を続けていっていただきたいと思います。英語を勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.